こんにちは、角谷智恵です。ビューティーレシピ基本の木、今回はフェイスマッサージ編です。皆様はご自身で顔のマッサージをすることはございますか？サロンでトリートメント施術を受ける方もいらっしゃるかもしれませんね。マッサージってしてもらうととっても気持ちがいいですよね。実は自分でリラックスしながら行うのもとても気持ちがいいんです。心地がいいだけではなく、肌も潤いますし、血色も促されるので、肌の色も明るく血色感が増すんです。血流が良くなると肌の働きも整うので、肌の調子も良くなるお手入れです。やり方がわからないからという方もいらっしゃると思います。今回は基本的な方法をご紹介します。行う顔の部位ごとに目的があって、様々な肌悩みのケアや予防につながるのも興味深いと思いますよ。では早速マッサージを行ってみたいと思います。マッサージは化粧水で肌を整えてから行います。今、化粧水までつけている状態です。マッサージはマッサージ用のクリームを使って行います。肌に摩擦の刺激を与えることなく、スルスルと肌の表面を指がスルッと滑るようなテクスチャーになっています。まずクリームを肌全体に広げます。使用量は顔全体でさくらんぼ大の量です。実際に取るとこのくらいの量ですね。クリームを顔全体に広げていくんですけれども、少しねクリームを柔らかくしてたくさんの量をつけていきますね。そして額、鼻、顎置きます。そしたら指全体を使って一度全体に広げていきます。感じでね、この後マッサージができるように少し広げていきますね。顔全体のマッサージでだいたい時間的には3分から5分ぐらいの流れで行います。そして部位ごとに目的があるので、目的を意識して行うのがポイントです。使う指は肌当たりが優しい中指と薬指、この指腹のところですね、柔らかいところを使ってマッサージをしていきます。まず額からです。額はこの横にシワができやすいですよね。この横シワを防ぐのが目的です。額の中央から横シワを引き上げるように意識しながら、このように螺旋を描いていきます。こんな感じです。優しく少しこの横シワを引き上げるような感じで、中心から外側に向かって動かしていくような螺旋です。最後こめかみまで来ましたら、こめかみを押すと、この辺りって疲れてる時とか押しますよね。このこめかみのところ、柔らかくってコンミがあるところですね。そこの部分を軽く押してあげると気持ちいいです。その時にもゆっくり押してゆっくり離すようにすると、もうこれだけでもとってもリラックスができるんですね。これを3回ぐらい行っていきます。引き上げるように螺旋を描いていきます。クリームがスル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 っと滑るので、全く摩擦を感じることなく引き上げられているような感じになります。とても心地がいいですね。続いて今度は鼻と小鼻のマッサージをします。こちらの目的は、鼻ってこの横じわができるんですよね。この横じわを伸ばすように。そして小鼻は毛穴が詰まりやすいところです。小鼻の毛穴の詰まりを防ぎます。右手で左側の側面、左手で右側の側面を眉の下から鼻先に向かって横じわを伸ばすように上から下へすり下ろします。こんな感じです。そして次、小鼻です。小鼻のところは中指1本を使って、ちょうどこの皮脂がいっぱい出るところですね。そしてこの溝のところですね。溝にしっかりフィットさせて上下に動かします。この詰まりも防いでつるんとした小鼻になりますね。続いて口周りです。口周りはやはり口周りの細かいシワですね。シワとあと口角が下がるのを防ぎます。やり方は、下唇の下に指を置いて口角に向かってピタ
タッと密着させて、こんな感じ引き上げます。引き上げるとこまでいったらポンと手を離す感じです。これもね3回ぐらい行います。続いて頬です。頬は広いので3列に分けて行います。中心から外側に向かって少し引き上げるように。頬はたるみを防ぐマッサージですので、引き上げることを意識しながら螺旋を描いていきます。まず最初は顎先からこの耳の下あたりに向かう螺旋です。このように軽く引き上げるような螺旋ですね。6円ぐらい行っていきます。そしたらそのまんま今度は口角からですね。口角から耳の前のあたりを目指して引き上げながらマッサージします。続いてそのまま小鼻の横のあたりから頬のね一番上のところですね、部分をこのこめかみの方に向かって螺旋を描いていきます。これをですね3回ぐらい繰り返していきます。この目的を意識して行うっていうのがとっても大切なので、頬が下がらないように引き上げているっていう感覚を感じながら行っていきます。引き上げるんですけれども、とはいえ摩擦にならないようにクリームの素振りで行っていきます。とっても自分でやってても気持ちがいいので、なんか永遠にやってたくなる感じですよね。全体3回ぐらい行ったら、最後はまたこのこめかみのとこですね、ここをグッと押してあげるとスーッとこう疲れが取れる感じがします。目の周りはこの目の疲れやむくみを取ってシワやクマができるのを防ぎます。目元は特にこの辺り皮膚がとっても薄いところですので、とてもデリケートです。特に優しく行います。まず最初に眉頭の下のくぼみ、なんか目が疲れた時に疲れたって押すところがありますよね。ここの部分をまず押していきます。その時に指でグッとやるとちょっと強くなりますので、ピタッとね、いつも疲れた時に押すところに指を当てたら、自分の頭の重みで軽く押すようなイメージにしていただくととっても心地がいいです。そしたら目の周りを囲むように滑らせます。ここは眼輪筋って言って、この丸い目を囲むような筋肉がありますので、この眼輪筋を囲むように滑らせます。そしたらまた眉頭の下を押さえて優しく滑らせます。もうですね、3回ぐらい行いましょう。最後はまたこめかみのあたりを押さえます。そうするとこのあたりこう押さえたりとか疲れも取れるので、パッとなんか目が開いたような感覚になります。顔のマッサージは以上となります。続いて首も一緒にケアをしていきたいと思います。首はこの首のこの横じわやたるみを防ぎます。クリームをまた少量取って手のひらに広げてから行います。まず首全体に大きくクリームを広げてからマッサージをしていきます。首は手のひら全体を使って下から上に擦り上げていきます。この首の中央は優しく、そして側面のところ、ここね、ちょうどこの筋肉が張ってるところですね、ここは少し力を入れて擦り上げるように行っていきます。右手で左側を、左手で右側をやるとやりやすいです。じゃあまず中央からですね、このように手のひら全部を使って優しく下から擦り上げるように行っていきます。そしてこの側面ですね、結構凝ったりする時に揉んだりするところだと思うんですけども、ここは少し力を入れてこの耳の下の方に向かってマッサージをします。そしたらまた戻ってきます。中央は優しく、中央に来たら手を変えて
反対側も同様に行っていきます。で、首は結構年齢が現れるところですので、きちんとケアができるといいですね。首までケアができました。最後の仕上げは耳です。耳もマッサージするんです。耳は体全体のバランスを整えることが目的になります。どのようにやるかというと、親指と人差し指を使って右手で左側ですね、このように耳たぶをこのように掴みます。挟むようにします。そうしたら下から上へ親指で螺旋を描くようにしていきます。少しずつ上に上がっていくようなイメージですね。そして前をと耳も3回ぐらい行っていきます。この時ね、前をちょっと押さえてあげると心地がいいですね。耳をケアするとすごく血色が良くなって、体もね急にポカポカしてくるんですよね。なので顔の血色感もとても良くなります。続いて反対側は同じように左手で行っていきます。耳たぶを挟むようにして、結構私お風呂の中で耳をちょっとほぐしたりとかしています。それだけでもねすごく血流が良くなっていいんですよね。耳は今ちょっと赤くなってると思うんですけども、少し強めに行います。これでマッサージは終了です。肌の透明感が増して明るく血色感の良い、とっても生き生きとした肌になりますよね。今は説明をしながら行ったので少し時間がかかっているんですが、一連の流れをスムーズに行っていくと3分から5分ぐらいで終えられるマッサージです。マッサージが終わったらクリームを拭き取ります。まずティッシュペーパーでクリームの油分を吸い取るように押さえます。その時にティッシュをこのように三角に折って顔のものに半分に乗せて上から優しく押さえるようにするんですね。細かなところとかもちゃんと押さえてあげて、そうするともうほとんど半分見ると分かると思うんですけど、クリームの油分がきれいに取れてきます。反対側も同様に全体をですね押さえて、細かな凹凸があるところとかもね押さえておくといいですね。首も同じように三角形にしてこのベースラインのところに合わせて押さえるといいですね。こうやってするとティッシュペーパーもたくさん使わなくてもすごくきれいに押さえることができます。これだけで気にならなければいいんですけれども、ティッシュをこんな感じで手にちょっと巻きつけて細かなところ少しこするのではなく押さえて油分を取っていただくといいですね。ベタベタして気持ち悪いんじゃないかなと思われると思うんですけども、意外とそうでもなくって、一旦押さえていただいて上から乳液をすぐ使っていただいても構いませんし、でもそれでもちょっとすっきりさせたいわっていう方は、私はいつも自宅で行う時はボウルにちょっと厚めのお湯を入れてタオルを濡らしてキュッと絞ったもので軽く蒸すようにして、優しく拭いていたりします。ちょっと今日もそれもやってみますね。手で触って絞れる程度の温かい厚めのお湯にしています。こんな感じで絞って私は使っています。すぐにこのように顔に当てて、この時もここで気持ちいいってゴシゴシこすってしまってはもう台無しですので軽く押さえて拭いていきます。首もですね優しくですね、気になれば顔は結構蒸していくともうこれでもう十分かなと私は思うんですね。気になる方は優しく拭いてください。と耳もマッサージしていますので、耳のところですね。少し温かいタオルを使うとさらに肌の色が明るくなった感じがします。マッサージの後の肌って今私何回も触ってるのはなぜかというと、とっ
っても柔らかくなってもちもちっとした肌になるんです。ビューティーレシピ基本の木マッサージ編はいかがでしたでしょうか。マッサージは毎日行えるケアですが、週に2回くらい週末のご自身のご褒美ケアとして始めてみるのもおすすめです。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったという方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。